あなたは不倫の中に本当の愛情は存在すると思いますか？ 2004 年8月、シンガポール北東部の住宅街セラングーン半導体工場で現場監督を務めるレオン州長は仕事終わり、一人の女性に話しかけました。リュウ、これから飲みに行かないか？レオンのその誘いに嬉しそうにうなずいた女性はリュウ・ホンメイ、22歳の新入社員です。彼女より30歳近く年上で妻子持ちにもかかわらず、いつもリュウばかりを食事に誘うレオン。そんな二人の様子に工場の従業員たちは眉を潜めて噂話をしていました。またリュウばかりひいきにして、絶対あの二人不倫してるわよ。レオンとリュウがそう噂されるのは単に二人が親密だという理由だけではありません。リュウは新入社員にもかかわらず短期間で2度も昇進。自分たちと明らかに違うその好待遇に従業員たちは現場監督のレオンへの不信感を募らせていたんです。そしてこの後、そんなレオンとリュウの間に従業員たちもこれまで以上に耳を疑う事態が発生してしまうんです。そう、この後レオンは新入社員のリュウを殺害してバラバラにしてしまうんです。新入社員と関係を持ち、挙句殺害してしまった管理職の男はなぜ愛する女性の命を奪ってしまったのか。二人の仲を引き裂いたのは禁断の愛の結末か、それともおざっす。マジで最近引っ越し作業大変だ。ケンちゃんです。ドライフラワーにはまり出した潤いあみこです。そうなんだ。俺最近押し花にハマってるよ。押し花情緒に溢れてますわね。押し花やったことある？子供の頃さ、四つ葉のクローバーとか。あれでしょ？イノシカチを揃えるやつでしょ？ナルト？見てる人たちもダメだこの二人神花すぎてって今思われてる。押し花はいいわね。押し花でもやったことがない。最近なんかね、よくインスタグラマーがやってるようなインテリアにちょっとハマり出して、ドライフラワーとかよく使ってるじゃん。ファッサーなってるの飾ってる人よく見るでしょ。あれも押せばいいんだよ。押せばドライ押し花になるんで、やってみてください。話す相手間違えました。本日ご紹介するのはシンガポールで起こったバラバラ殺人事件についてなんです。この事件は50歳の管理職の男が22歳の新入社員を殺害するという非常に恐ろしい事件なんです。またなんか人間関係がすっごい複雑そうな事件よね。日本でもね、そういう50歳の管理職と22歳の新入社員ってよくありそうな構図だけど、そんなこじれることなくない？こんだけ年離れたらさ、距離感とかいい意味でね、そうあって、息子と親みたいなね。なんで問題が起こるんだろうみたいな。相当横着だったのかしら。ですがね、この事件遺体発見後に犯人が語ったその動機なんですけれども、実はね、恨みとは全く別の感情を持っていたんです。重いビニール袋。2005年6月16日、シンガポールの人気行楽スポットカラン川。その日の夜、おぼつかない足取りで自転車を走らせていた一人の男。荷台に大きな荷物を乗せたその男は川のほとりへやってきたところでブレーキをかけます。誰にも見られていないことを確認するように辺りをキョロキョロと見回す自転車の男。次の瞬間、男は自転車に乗せていた大きな段ボールを川へ投げ捨てました。段ボールが川へ沈んでいくのを確認し終えると、そそくさとその場を後にした男。しかし、その段ボールが発見されるまでに時間はかかりませんでした。やけにでかいゴミだな。だから川になんか捨てんなよ。その日の午前9時15分、街の見回りをしていた清掃員がカラン川に捨てられたその段ボールを発見。めんどくさそうに舌打ちをしながら川の中の段ボールへ近づいていく清掃員。そして彼が段ボールを持ち上げたその時、川の水でふやけた段ボールは持ち上げた瞬間にバラバラに崩れ、その中身があらわに。半透明のビニール袋に包まれたそれは人間の下半身でした。いや、えげつなすぎるでしょ、これは。私ちょっとシンガポール行ったことあるんだけどさ、あの国ってすごい街をきれいにする取り組みしててさ、なんかゴミも多分違法に投棄してたりしたらすぐ見つかるようなとこじゃない？これすぐバレそうじゃない？そうですね、お国柄。ただね、犯人はですね、その遺体をね、遺棄する方法っていうのも、ちょっと隠蔽のためなのか、結構策を立ててはいたようなんです。段ボールを発見した清掃員の通報により、警察はすぐに捜査を開始。発見されたのは遺体の一部だったため、そこから3日間にわたり、残りの遺体の行方が捜索されました。そう、犯人は川だけではなく、街の至るところに遺体をばらまいていたため、全てを見つけ出すのには予想外に時間がかかったんです。しかし、そうした犯人の撹乱もさして意味をなさず、遺体の一部から被害者の身元はすぐに特定され、残りの遺体が見つかるよりも早く、容疑者は確保されることに。被害者はリュウ・ホンメイ22歳、中国出身の清
製造オペレーターでした。そして逮捕された容疑者はレオン州長、被害者リュウの勤めていた半導体工場で現場監督を務める男でした。取り調べにおいて何か思い詰めた様子で黙秘を続けていたレオン。しかし全ての遺体が発見されたことを告げられると、彼は諦めたように肩を落とし、ようやく被害者リュウを殺害した動機を口にしたんです。彼女を殺したのは愛していたからです。レオンが言い放った不可解な動機に思わず顔をしかめる警察官。レオンのこの言葉の真意を知るには、この時から約1年前、リュウが彼の部下となった当時まで遡る必要があるんです。中国から来ましたリュウです。よろしくお願いします。2004年の初め、シンガポールの住宅街セラングーンの半導体工場へ一人の新入社員がやってきました。当時21歳のリュウです。そんなリュウにいち早く話しかけたのが現場監督のレオンでした。その若さで故郷を出て働くなんて立派じゃないか。でも一人じゃ心細いこともあるだろう。困ったことがあったらいつでも僕を頼ってくれ。若くして出稼ぎにやってきたリュウに感心した様子で微笑みかけたレオン。彼には成人した子供が3人おり、その子供たちとちょうど同じ年の頃のリュウが余計に気になったのかもしれません。これだけ年が離れてるとさ、娘みたいなもんじゃない。この人にとったらね。反対にリュウもお父さんみたいな存在がいて安心したんじゃないかしらって思うけどね。そんなね、親子みたいな関係だけだったらね、良かったんですけど、実はそれだけの関係ではなかったんです。新入社員のリュウを気にかけるようになったレオンは仕事終わりに彼女を食事に誘うなどプライベートでもつながりを持つように。リュウも慣れないシンガポールでの生活を心細く思っており、レオンのそうした振る舞いをいつも嬉しく感じていたんです。なんて優しい人なんだろう。このように二人の関係は最初こそ部下を気遣う上司と上司を敬う部下という理想的なものに見えていました。しかし長く二人きりの時間を過ごすようになったレオンとリュウはいつしか単に上司と部下の関係ではなくなっていってしまうんです。ある日のこと。なあ聞いてくれよ。この間見ちゃったんだよ。現場監督とリュウがキスしてるとこ。うわ、あの二人やっぱできてんの？管理職が新入社員と不倫とかやばいでしょ。そう、いつからか男女の関係になっていたレオンとリュウは職場でも抱き合ったりキスをしたりといった場面をたびたび目撃されていました。それだけではなく、リュウは1年もしない間に他の従業員を差し置いて2度も昇進。現場監督のレオンが彼女の評価に手を入れているのは誰の目にも明らかでした。上司と部下の一線を越えた2人に対し会社上層部からの厳重注意が入ることもありましたが、愛し合う2人にはそれも意味をなさず、その後もレオンとリュウは変わらず関係を持ち続けていたんです。熱々だなこいつら。30歳も年下の女性と不倫って本気なのかどうかわかんないけど、これからややこしくなりそうな匂いがするわね。不倫とかしてさ、話ややこしくならねえわけがないっていうかさ、本当になんなんですかね。30歳年下でしょ。いや別に悪いことじゃないと思うんですよ、年の差って。相手は成人してるしね。俺で言っても0歳の子好きなんだけど。でも言うたら90歳と70歳が恋愛すると。ちげえ、60でお前引き算もできなかった。60 1万30歳と1万歳だとすると、そうあれだから。あんま変わんない。あんまり一緒か、じゃあ。地球規模で考えたら。じゃあいっか。2005年6月15日午前9時頃、突如鳴らされたチャイムにレオンが扉を開くと、そこにはリュウが立っていた。どうしたんだ急に。顔をしかめながらリュウに問いかけたレオン。そう、その日はたまたま妻と子供たちが出かけていたから良かったものの、不倫相手のリュウが自宅へやってくることなど普通は許されるはずがない。そしてリュウがそんな大胆な行動を取ったことにも理由があった。お願い、私と一緒に中国へ来て。まっすぐにレオンを見据え、そう投げかけたリュウ。彼女はかねてから自身の故郷でレオンと暮らすことを望んでいた。そうやってレオンに詰め寄ることももう何度目かわからない。君のことは愛している。しかしリュウへの返答に困り言いよどんだレオン。するとリュウはそんなレオンの思惑を見透かしたようにこう言った。分かってるわ。家族は捨てて一緒に来て。そう、レオンには家族がいる。そのことが不純な関係でしかリュウの愛に応えることができない唯一の理由だった。家族は何も悪いことをしていないんだ。それに俺の年齢を考えてくれ。新しい国で一からやり直すのはもう無理だ。どうしても家族を捨てられないというレオンにリュウは何度も食い下がった。しかし何度言葉を交わしても両者の思いは食い違い、交わることはない。そしてついにリュウはその言葉を口にしてしまう。どうしても私たちは幸せになれないのね。今日認めてくれなかったらこう言おうと思ってた。一緒に死にましょう。リュウを殺害した理由について、自分と一緒に心中することが彼女の願いだったからと語ったレオン。しかしその彼の言い分にはどうにも辻褄の合わない部分があったんです。心中するつもりだったならどうしてお前はここで喋ってるんだ。そう、リュウに一緒に死のうと誘われたはずのレオンは遺体となった彼女が発見された後も確かに生きていたんです。その理由について彼は言葉を詰まらせながら次のように説明しました。リュウは自分を先に殺してほしいと言いました。その方が愛を示せるからと。俺は言う通りに彼女を殺して、でも死に顔を見たら後を追うのが怖くなってしまったんです。
いやー、心中しようとして後を追うのが怖くなってってなんかあるあるじゃない、ありそうな話をね、ドラマとかでも聞いたことあるような。あると思うんですけど、わかんないですよ。自分で命をどうこうするのっていうのは、いいのか悪いのかって別にここで何か語ることはないですけど、そもそもなんですけどね、この話っていうのは、それにしてもちょっと変なとこいっぱいあるんですよ。なんでかっていうと、めっちゃ愛してた人と心中しようとか言って自分だけビビって死にませんでしたって言った後、遺体バラバラにしてさ、街中にばらまくかって言ったらさ、好きな人にそんなことするかっていう、いろんなとこがちょっとおかしくねえかっていう、気持ちの流れでそうなったんじゃなくて、意図的にやった感じもなんか、そういう匂いもするわね。案の定ね、このレオンの発言とリュウのね、行動に関してはですね、いろんな矛盾点が発生していたんです。リュウの願望。レオンが逮捕されてから数日、彼は一貫して犯行動機を心中だと言い張っていました。しかし、警察はその言い分にどうしても解せないものを感じていたんです。俺にはどうにも被害者のリュウが死ぬつもりだったようには思えないんだ。同僚に向けてそう漏らした警察官。彼が引っかかっていたのは、亡くなる直前の被害者リュウの行動について。実はリュウは亡くなるほんの数日前に、自ら語学学校への入学申し込みをしていたんです。彼女のその行動は明らかにこれから心中するつもりのものには思えなかったんです。もしかしてあいつ、心中を装って罪を軽くするつもりなんじゃないか。やっぱりなんか怪しいわよ。同情を誘って罪軽くしようとしてるような感じがする。実はね、同情を誘ったというよりは、この殺人に本人の同意があったかどうかっていうのがね、罪の重さが変わってくるっていう点で重要なポイントなんです。というわけで本日のメトラキーワード、同意殺人罪について。同意殺人罪とは、殺されることに対し被害者が心の底から同意していた場合に成立する罪状のこと。事件のあったシンガポールでは、同意殺人は通常の殺人罪よりも科される刑が軽いとされているんです。ただし、被害者に願望があったとしても、積極的な殺人の依頼が認められない場合、同意殺人は成立しません。2017年、神奈川県のザマ9人殺害事件でも、被害者に願望があったとして同意殺人か否かの論争がありました。この時は被害者が殺人を依頼したわけではなかったため、結局犯人は殺人罪となっています。実のところリュウは語学学校の入学申し込み以外にも願望があるとは到底思えないような行動をいくつもとっていたんです。例えばリュウは近々ふるさとの妹の結婚式を控えており、同僚に次のような話をしていたというんです。本当に楽しみ。妹がドレスを着ている姿早く見たいわ。さらに極めつけにリュウはつい最近結婚相談所に登録したばかりだったといいます。そう、リュウはレオンと心中するどころか彼との別れさえ考えていた可能性があったんです。しかしこうしたレオンの供述とリュウの行動の矛盾点はどれも決定的証拠とは言えません。ところが警察はこの後ついにレオンの殺人に明確な悪意があったことを裏付ける証拠を発見するんです。明確な悪意？家族に不倫バレそうになっちゃったから口封じのために殺したとかってこと？それよりもね、もっと下水理由がね、あったんです。卑劣の極み。レオンの供述に疑念を抱きながらも決定的証拠を見つけ出せずにいた警察。しかし取り調べ開始から数日が経ったある日、警察はついにレオンの本当の動機を確信するに至ります。きっかけとなったのはレオンのある行動が映された防犯カメラ映像。その映像を前にした警察官たちは怒りにその身を震わせずにはいられませんでした。不倫で被害者をもてあそんだ挙句、こんなことまで。どこまで卑劣なやつなんだ。一体その防犯カメラには何が映っていたというのでしょうか。それはリュウが殺害される2日前の話。リュウはその日、今にも泣き出しそうな顔でレオンにこう訴えた。聞いてよ、キャッシュカードが盗まれて2000ドルも取られちゃった。一生懸命貯めたお金なのに、今月どうやって暮らしていけばいいのよ。日本円で30万円弱を盗まれてしまったと話すリュウ。レオンは同情をあらわに彼女にこう言葉を返した。災難だったな。助けてやれればいいんだが、俺にも家族がいる。そんな大金をどうにかしてやることはさすがにできないしな。そうやって何気なくリュウの話を聞いていたレオンだったが、分かってれば警察に相談したら ATM の防犯カメラを調べてくれるらしいの。お金返ってくるといいな。リュウのその言葉を聞くと同時に、レオンは表情を一変させた。なぜなら、リュウのキャッシュカードを盗んだ犯人は、レオンだったから。いや、ほんと想像してた以上にゲスな野郎ね、こいつね。これがね、レオンの本当の正体だったんです。防犯カメラを調べる。このままじゃ捕まっちまう。そしたら俺の人生終わりだ。リュウから警察が防犯カメラを調べるという話を聞き、レオンは気が気ではありませんでした。管理職である自分が新入社員と不倫をし、窃盗まで働いたなどということになれば、会社での地位はもちろん、家族も全て失ってしまうことに。こうして2005年6月15日、焦りを募らせたレオンは、リュウが警察へ向かう前に自宅へ呼び出し、そこで彼女を殺害することに決めるんです。犯行当日、家族はたまたま留守にしていたと語ったレオン。実はそれも全て、犯行に及ぶ
ためレオン自身がそう仕組んでいただけのことでした。そんなレオンの思惑に気づかず彼の自宅へやってきたリュウ。なんでお家なの？もしも奥さんが帰ってきたら。リュウはそう言って戸惑いを見せましたが、レオンは有無を言わさず家の中へ連れ込み、リュウが意識を失い、心臓が止まるまで彼女の首を締め上げました。全然納得できないわよ。こんなひどい殺し方しといてさ、愛してたなんてよくも言えたわねって思わない？結局ね、自分の家族とのけじめもつけずにね、不倫しているような男っていうのはですね、本当の愛なんて持ち合わせていなかったというのがね、学べる話ですよね。その後レオンは家族が帰ってこないうちに遺体をバラバラに解体。バラバラにした遺体をビニール袋と段ボールで包み、夜を待ってカラン川へ遺棄しました。結局一度沈んだはずの遺体は明け方の気温の上昇で浮き上がり、すぐに発見されることに。殺人の言い逃れができないと悟ったレオンは心中を持ちかけられたと嘘をつきますが、その供述もすぐに覆されることになります。防犯カメラの確認が行われる前にリュウを殺害したレオン。しかし彼女が亡くなる直前に窃盗の被害を通報していた事実を知った警察は、そこからすぐに ATM の防犯カメラをチェック。するとそこにはリュウのキャッシュカードで現金を引き出しているレオンの姿がしっかりと映っていたんです。彼女を殺したのは愛していたからです。警察に向かい、リュウへの愛を堂々と宣言したレオン。彼女が必死で貯めた現金を躊躇なく引き出し、懐へ入れるその姿は、その言葉がいかに浅はかな嘘だったかを言い表していました。こうして2006年5月19日、殺人罪で有罪となったレオンに下された判決は死刑。その後もレオンは懲りずに心中を持ちかけられたと主張し、何度となく控訴を繰り返しますが、認められるはずもなく、2007年11月30日、52歳で死刑が執行されることになるんです。